こんにちは、文芸評論家の三宅佳穂です。今日はですね、どうしたら本を早く読めるようになるのかということについてお話していきたいと思います。っていうのも、たまに聞かれるんですけど、私ですね、本を読むのが早いんですよ。それが仕事ですから。私の場合はね、なのでもうなんか特殊な訓練を受けた人だと思ってください。マジで。本当にそれが仕事なので、商売道具なので、なんか特殊な訓練なんですけど、じゃあ一体何の訓練を受けたのかっていうことを考えてみたんですよ。結構やっぱ本読むの早くなりたいですっていう方の声とかをたまに聞くことがあって、でも私はね、大前提全然その速読がいいことっていうのはそんなに思ってなくて、ただやっぱり早く見た方がいっぱい読めることは確かなので、なので私はどうやったら早く読めるようになったのかって、私の場合の体験談を今日はお伝えできたらなというふうに思っています。あくまで私の場合はなので、なんか絶対いい理論かどうかわかんないけど、私の場合はっていうお話です。というわけでですね、私はですね、3つなんかやったことがあるなって思っているんですよ。で、なんでかっていうと、私はね、大学院にいた時になんかめちゃめちゃ読むの早くなったなって自分で思った時期があって。で、何をじゃあ大学院の時にやってたのかなっていうと、多読、精読、速読。この3つだなって思ったんですよ。はい。多読、速読、精読。ごめんなさい。逆で言ってた。多読、精読、速読。どっちでもいいです。そう。なんかそれは別に順番がどうとかじゃなくて、なんか3つどれもやるのが結構大事だったなと思っているんですよ。で、この1つ目の多読っていうのが何かっていうとですね、その名の通り、たくさん文字を読むこと。で、要は量を読めば読むほど早くなるなとは正直思うんですよね。なんかそれをさ、なんか英語の多分勉強とかも同じだと思うんですけど、やっぱり読めば読むほど、例えばなんか突っかかる単語とかなくなってきたりとか、どういう意味なんだろうこれってなくなってきたり、あとなんかこう作者ごとの癖みたいなのもなんとなく分かってくるとか、あとこういう人ってこういうこと言うだろうなっていうなんか予測がやっぱ多読することによってつくようになるなっていうふうに思ったりするので、なんかそういう意味ではこうちょっとたくさん読むっていうのはまずは第一ステップかなって思っているんですね。なんですけど、じゃあたくさん読めば読むほどこう、早くなったなと思ってはいるんですけど、それだけだと多分ダメで、2つ目がそのなんかこう精読、つまりそのちょっとその調べながら読んだりとか、要は語彙力みたいな話になってきますよね。そのわからない単語を減らしたりとか、あと私がすごく大事だなって思うのがなんかね、文脈の手数を増やすみたいなのがすごい大事だなって思うんですよ。で、これは全然私も分野によっては本当ない文脈いっぱいあるので、なんか自分の中に例えばそのもう本当に何でもそうだと思ってるんですけど、例えば恋愛小説だったら恋愛小説的文脈っていうのがね、この世にはあるんですね。どういうことかっていうと、例えばその恋愛小説でじゃあ一口言ったとしても、簡単に言えば韓国ドラマ的な展開の仕方と、例えば日本の月9的な展開の仕方と、青春小説の恋愛ものの展開と、今だったら何ですかね、こう転生ものの恋愛ものの転生の文脈とかってちょっとこう違うじゃないですか。で、それぞれになんか歴史みたいなものがジャンルごとにあったりするんですよね。要はその例えば韓国ドラマだったらさ、なんかこういきなり交通事故になんか遭うシーンがやたらあるとか、なんかこうちょっとその主人公が突然記憶喪失とかになると、韓国ドラマっぽいとかみんな思ったりするわけじゃないですか。それって韓国ドラマの文脈があるってことだと思っていて、でそれはその初めてよ、この世の本当に韓国ドラマで初めて見ましたっていう方だと、正直そのこう愛の不時着とか冬のソナタとかもあそこまで名作だと初めて韓国ドラマ見るっていう方もめっちゃ感動できるけど、なんかそれ以外のそのわかんないけどこうめっちゃマイナーなさ、なんか初めて日本に翻訳されましたみたいな、なんかこうドラマとかだとちょっと文脈分かってないと分かりづらいなみたいなドラマも多分あるじゃないですか。その要はある意味で玄人向けというか、韓国ドラマたくさん見慣れてしまって、もうなんかメジャーな展開ちょっとあれだよみたいな人が見て面白いドラマってあったりするわけじゃないですか。なんかそういうものと一緒で、本当にそのフィクションだと、SF とかミステリーとかはね、本当にこう大きな文脈がありますけど、なんかそれ以外でも、例えばなんかじゃあ社会学ってどういう学問でどういうものなのかっていうなんか文脈っていうものがあって、それは要は
こういう人がいてこういう人がいてこういう人がいるみたいな、作者自身もそうだし、あとなんとなく社会学ってこういうこと言うよねみたいな、こういうこと言いがちな学問だよねみたいなのがぼんやり頭の中に入ってくるとめちゃめちゃ読みやすくなるんですよね。で読むのが早くなるっていうことがあるなと私は思うんですよ。それはでもなんだろうな、こう学校の勉強的にこうなんか頭に入れるっていうよりは、本当その分野のものを読むことで理解できるとか、あとやっぱね、分かりやすい人のものを最初は読むっていうのは私はなんだかんだ大事だと思っていて、例えばもう私とかだったらなんか昔はその哲学とか自分の中に全然文脈がなかったから読めなかったけれど、例えばこの YouTube とかでも新書のおすすめ入門とかで紹介してるんですけど、内田達さんの寝ながら学べる構造主義っていう本読んだり、あと千葉雅也さんの現代思想入門っていう本読んだりとか、あと脇田清和さんとかアメリカ系だった谷川さんとか中さんとか、なんかそういうわかんないですけど、ちょっと一般向けに書くのが上手な方っていうのがやっぱどの分野にもいて、そういう方のを読むことで、あ、こういうテンションの分野なんだみたいなのが分かってくるんですよね。なんかそういう文脈みたいなのが自分の中に出てくると、ちょっと難しい人の文章、要はその一般向けに書いてなくても、要はさっきのドラマと一緒でさ、玄人向けのが読めるようになってくるわけですよ。そうするとなんだこりゃっていう思うのが減るには減るなって思い、減るし、読める面白いものが増えるなって思いますね。あ、今度はこっちで来たんだみたいな。なんか韓国ドラマでもさ、その記憶喪失ばっかだったけど、あ、転生もので来るんだとか、そういう面白さがあるわけじゃないですか。それと同じで、こっちで来たんだみたいな文脈からの面白さが読み取れるようになってくるなっていうふうに思うんですよね。でそういうことをなんかこう分野ごとになんとなく自分の文脈みたいのができてくると、この本だったらあの辺をたどればいいんだなみたいな、やっぱこう本の選び方もどんどんこう上手くなっていくので、要はその別に書店でよく見かける人とか、本当にツイッターで見る人とかから入っていいと思うんですよね。私はねよくやるのは本当ツイッターがなんかやっぱ分かりやすい文章だと、その書いてる人のさ、なんか本もやっぱ分かりやすいからさ、なんかそういうこうちょっとした例えば時事ネタ、最近だと例えばなんか政治の話とか国際政治の話とかでもなんかこの人のツイッター分かりやすいなっていう人のをちょっとコラム読んだりとか、文章分かりやすい、じゃあ本読んでみようっていう風にやったりとかすることとか結構例えばあったりしますね。最近だと例えば中央公論から出た福音派っていう新書があって、すごく面白かったんですけれども、私も書評とかも書いたんですけど、その本なんかも最初ねなんかツイッターで本当加藤さんってそのこう作者の方が発信されてるのを見て、で今そのアメリカのさなんか時事ネタとかもあるからさ、そういうので見て、あ、この人の文章分かりやすいなと思って新書読んで、そしたらやっぱ分かりやすくて面白くて、でなんか自分の中にも例えばなんとかアメリカ文学の文脈とかもあるし、なんか宗教とかだと私結構宗教音痴なので分からなかったりするとこもあるけど、でもなんとなくあの小説で言ってたことかなとか、ちょっとアメリカ文学はまだ自分の中に文脈があるから、なんかそういうところとか今まで新書で読んできた日本だったらこういうのあるなとか思いながらこう読んだりすると、ちょっとこう読みやすくなったりとかするので、その精読、要はちょっと調べながら読んだりとか、あと内容を吟味しながら読むといいますか、最初はこう例えばその分かりやすい人のから読むかどうしようかってこうちょっと本を選ぶみたいな意味でも、なんか精読してジャンルの文脈を理解するっていうのはめちゃめちゃ大事だなと思ったりしています。で、その最後の速読ですよ、速読。速読はね、その速読するのが大事っていうよりも、ガーッと読むみたいな擬音語。ガーッと読むっていうのが割とね、ほんと早くなったなって自分の場合は思うんですよ。で、それは別にストップウォッチで測ったりは私はしてなくて、それよりもなんかこう、とにかく短時間でこの内容を把握するんや、みたいな、なんか気迫を持って読むみたいな特殊訓練、そういうことをしたんですよね。でそれはなんで良かったかなって私は思うと、論文っていうものを読んでてですね、論文っていうのはちょっとなかなかね読む機会ないと思うんですけど、私の場合はですよ、私の場合はその論文っていうのは短いの、一本一本はめちゃ短いの、論文って。でなんかその本みたいなさ一冊とかじゃなくて、短いものをもうなんかこう1日2日で、例えばこの分野の先行研究、この
論文書く時の先行研究の論文はとりあえず全部読むでみたいなのを例えば作ってて、私の場合は大学院生だったから。でその読むでっていうのを作ったらとりあえず1日のうちに全部読み切らねばならぬみたいなこう自分の中で縛りを作って、それでこうガーッと読んでたから、それによってその速度っていうのがなんかすんげえ速くなったなって自分の中でも要は思ったんですけど、でもそれはねちょっとねなんか特殊訓練すぎるのであんまり普通はやんなくていい気がするけど、でもなんかもしかしたらその論文のものは言わなくても、例えばちょっとこう短編集みたいなの読むときにもしかしたらでもなんか小説とかで私やんない方がいいと思うんだよな。全然でも私の新書とかでもいいかもしれないし、なんかその分かりやすい新書とかね、なんかそういうこうその大学生とかだったら論文でも本当いいし、なんかちょっとこうこれを1日で読み切ってやるぞとか、そういうこうなんか期限を決めてやるみたいなことをやるとめちゃめちゃ早くなるので、もしちょっとどうにかして本当卒業論文がやばいです、そろそろ今ね11月ですけどそろそろやばいです、どうにかして終わらせねばなりませんみたいな、もし大学4回生とかがそんなニッチな人そんななんかニッチポイントの人間がこれ見てる方でいるかわかんないですけど、大学生とかでそういうちょっとこう本当早く読まなきゃいけないんですっていう方がいたらぜひやってみてください。特殊訓練1日で読むなんか私は本当大学院生の時にはマジでなんかとりあえずざっと読んでざっと理解して、でその時には絶対にマーカーとか引くこと大事なんですよ。私未だにやっぱ線引く癖あるのはその時からの癖で、ページタウナーズとかでも言ったことあるんですけど、ぼんやりこう読んでるとなんかねこう読み流しちゃう、やっぱ内容が頭に入ってこない。だから面白いところをとりあえず線引くぞって決めて線を引くのじゃっていう面白いところとか、あと論文とかだったら自分に重要なところを決めて線を引くっていうのをやったりとかすると、そういう大事なところをとにかく拾う技術みたいなのがついたりするので、ちょっと速度気にしてみるみたいなのもありかもしれないですね。本当はなんか多読精読速読みたいな話はね、多分その英語とかこう勉強したい人とかもそうだと思うし、なんかいろんな読むっていうことはどれも多分大事なんじゃないかなと思うんですけど、でも本っていうジャンルに限ってで言うと、多読と精読、とにかくその量を読むことと、あとなんかそれだけじゃなくてやっぱ文脈意識みたいなのが結構やっぱり早く読むために実は必要かなって思ったりしますね。早く読めるってどういうことかっていうと、多分文字を追っかけるのも早いみたいなのもあるんですけど、それ以上にちょっと読んでパッと予想するみたいな擬音語しかない。こう一行あるうちの全部読むんじゃなくないみたいな、なんかそういう感じな気がするんですよ。で本当私も前の動画でも言った通り、その一度に全部理解しようとしてるわけじゃなくて、なんか特にその難しい本とかは一度パッと全部読んで、なんとなく何がどこにあるかを把握してからもう一回しっかり読むみたいな、それこそ調べながら読むみたいな、面白い本とかはね特にそういうこともしてたりとかするので、本当難しい本にチャレンジしたいとか、ちょっとこう学生さんでねこう勉強のために読んでるんだっていう方とかは、あんまりその一度に理解しようとしない、二度読みするっていうのはめちゃめちゃ大事で、その時にこう文脈意識、今この本は何の話してるのかなっていう、このジャンルの中のどこなんだみたいなことを、どんどんそれ意識していくと読めるようにもなります。そうすると早くなっていくなって思います。なんか本当に読むの早いって、その小説とかでおいてもやっぱりこう全てが新しい情報じゃないみたいなことだと思うんですよ。英語とかも本当そうじゃないですか。なんか今日英語の話ばっかしてるけど、私そんなに英語得意じゃないんですけど、全然語学がそんな苦手人間なので、やっぱなんか全てが新しいわけじゃないみたいな、そういうこうなんとなく知ってる知識をこう持ってきながら引っ張り出しながら読むみたいなことが速度が速いってことだと思うので、そういう意味においては語彙力もそうだし、文脈を増やす、この小説だったらこういう本がなんかあったなって思い出す本が多いっていうことだったりもしますし、そういうふうにこうちょっと本のジャンルとか、こう作者が属してるジャンルとか、作者が影響を受けてる作者とか、そういうことを気にしてみるとめちゃめちゃ早くなると思います、読むのが。
だし私なんかもやっぱでもそういうことでき始めたのって新書とか読むようになったりとかしてからなので、徐々に読むジャンルを増やしていく中で読むのが早くなっていくんじゃないかなって本当に思います。はい、というわけで、読むのが早くしたいよっていう方はぜひ多読、精読、速読、とにかくそのサイクルを回すっていうのをぜひぜひ意識してみてほしいです。なんか今日の話なんかあれでしたね。ブートキャンプみたいでしたね。なんか X でツイッターでなんかね三宅さん中山きんに君みたいに見えてきたみたいなことなんか言ってる方いて。でも私いつかやりたいんですよね。読書ブートキャンプやりたくない？なんか特殊な訓練をさしたい人が集まって、はい、このジャンルはこうやってみましょうみたいな言って、ほら読んでみましょうって1時間読んで、ほらこうだったでしょみたいな講義をやる2日間合宿みたいな、やりたいわ。そういうのご興味ある企業さんいたらもうぜひ私いつでも加瀬さんじますんで言ってください。本当になんか本当に2日受けたらとりあえず読めるようになるみたいな、なんかブートキャンプみたいな筋トレみたいな。ご興味ある方いるわけがないけどいたら、でもそういうのなんかね、ジムみたいなのできたらいいのにね、読書もね。だって読書は習い事になると思うんだよな。でもなかなかね、まあ本読むためだけにそんな行きたい人少ないかもしれないけど、なんか素敵な場所でジムみたいな感じでかっこよくね、なんか本読んでるところギャルが撮るようになったら熱いですよね。という夢を今一瞬見たりしました。はい。というわけでですね、今日見てくれてありがとうございます。なんか読むコツとかあったら教えてくださいみたいな、なんかお悩みとかあったらいつでも募集してますので、またコメント欄に書いてください。チャンネル登録といいねもよろしくお願いします。チャンネル登録マジでよろしくお願いします。いつもちょっと増えると私のちょっと嬉しさが上がるので、一つよろしくお願いします。コメント待ってます。では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 。